最初の設定に落とし穴がありますので、ぜひ大人と一緒に初期設定してほしいです。たまごっちユニはインターネットを介してタマバースに遊びに行って、結婚、イベント、ダウンロードコンテンツを楽しむような画期的なたまごっちです。設定から遊び方までこの動画1本で解決できますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、アイボンです。今日は発売して2年経つたまごっちユニですが、この最新カラーが発売しましたので、ネタバレなしで遊び方や設定方法がわかるまとめ動画にしたいと思います。イエーイ。この新色が5月8月に届く方、しばらくユニを遊んでない方、お子さんからたまごっちを託されている大人たちに遊ぶ前に必ず見てほしい動画となります。本日のメニューはこちら。後戻りできない設定がある？詳しく説明します。初期設定から Wi-Fi の設定方法を詳しく解説します。たまごっちの育て方をご紹介。忙しいあなたの楽ちん育成ガイド。途中から大人が引き継いでも困らないように説明していきます。公式イベントの参加方法。ダウンロードコンテンツの遊び方や設定方法。ファンたちのたまごっちユニの楽しみ方をご紹介します。それでは早速初期設定のお話です。ボタンは左から A、B、C ボタンと呼びますね。真っ暗な画面から B ボタン長押しで電源がつきます。こんな感じ。はい、では言語を選択して日付を設定します。A ボタンで選択して B ボタンで決定。ここで AM と PM の切り替えも忘れないでくださいね。日付の見え方は日本式にしちゃいます。そして私の名前を設定します。これたまごっちに呼ばれますからね、この名前は。はい、こんな風に設定します。はい、誕生日も設定が終わりました。ここからが後戻りできない設定になりますよ。北アメリカ、多摩ラテンアメリカ、多摩ヨーロッパ、多摩アジア、多摩中東、多摩オセアニア。私はね、多摩北アメリカにする予定です。ここにします。何もここが日本だからといって、たまごっちの住むエリアは日本である必要はありませんので、自由に決めてください。この設定によってユニのリビングだったり家具アイテムが選択した国にちなんだアイテムが入手できるようになります。限定ですので、今までは他国のアイテムを入手することは非常に困難でしたが、紙アップデートされておりましたので、その変更点も本日はご紹介していきます。2023年に遊んでいた方も要チェックですよ。プライバシーポリシーも確認して同意します。利用規約も確認して同意します。はい、これで完了です。では Wi-Fi の設定をしますか？はいを選びます。で、ここはね、苦手な人向けに詳しくご案内していきますね。お家に Wi-Fi がない人は後で設定で飛ばしてください。基本 Wi-Fi がなくても遊べますので、育成に影響はありませんが、配信イベントを楽しんだり、ダウンロードコンテンツを楽しんだりはできませんのでご注意ください。公式ページには公衆 Wi-Fi には対応していないと記載がありました。で、この Wi-Fi の SSID と書いた画面が出たら B ボタンを押します。で、スマートフォンで設定するか本体で設定するか選択画面が出ますので、これ小さい画面でパスワードを押すの大変なのでスマートフォンを選びます。で、スマートフォンのカメラで読み取ってくださいというような文章が出ますので B ボタンを押します。スマートフォンで読み取ったら接続完了と出ますので、また B ボタンを押します。で、もう一回これを読み取ります。これは自宅の Wi-Fi が表示されていると思いますので、SSID は自宅の Wi-Fi を選択します。そうすると自動で入力されますので、あとは Wi-Fi のパスワードを入れるとこんな風な画面になります。いけるかな？いけそうですね。はい、そうすると今度は卵を選ぶ画面になります。これ選ぶの遅いと勝手に選ばれちゃうんだよね。これで初期設定が完了しましたので、卵を選択したらいよいよ育成開始です。この3つの卵はどれを選んでも問題はありません。男の子が生まれるのか女の子が生まれるのかは毎回運次第です。
で、SSID やパスワードを間違えるとやり直しになりますのでご注意ください。ご自宅で契約している Wi-Fi やルーターのメーカーによって ID やパスワードの記載場所が違います。お家の Wi-Fi は2台機械があるなって人はどちらかが親機でどちらかがルーターだと思いますので、ルーターの方の背面か裏面に SSID とパスワードを記載したシールが貼ってある場合が多いです。コンセントで挿すだけで使える Wi-Fi 機も同様です。SSID が2個3個あるかと思いますので、どちらでもいいので選択して、パスワードは暗号化キーって書いてあるところを入力してください。生まれますね。生まれました。これ女の子です。生まれた瞬間まつげがあったら女の子のニーニッチ、まつげがなければ男の子のユーユッチになります。ちょっとちっちゃいんですけど見分けてみてくださいね。で、Wi-Fi の話に戻りますが、Wi-Fi 契約してるけどそんなもの見当たらないよという方は、契約元に確認してみてください。こればっかりは契約元だったり、どのメーカーのルーターをどのように接続したかを詳細に説明できない限りは解決できませんので、私のコメント欄にできないよとか、繋がらないよとだけコメントしても解決しませんからね。発売当初はものすごい数の問い合わせが来ましたが、ここはバンダイお客様センターではございませんからね。未だに個人的に教えてほしいとか、話したいから連絡してくれとか言われるんですけど無理ですからね。ここからの1時間が最初のオリエンテーションになりますので、正直放置しても呼び出された。正直放置しても育つんですが、ここである程度育て方を覚えていきましょう。赤ちゃんのうちはご飯がミルクです。そしておやつがビスケット。こんな風にミルクでお腹いっぱいにさせて、おやつをあげることでハッピー度を上げることができます。このお腹が空いていないか、ハッピー度はどうなってるかは、このメーターのマークで状態というところから常に確認してくださいね。あとはうんちをしたらここのお風呂のマークで流します。お風呂は1日1回で大丈夫です。1日1回お掃除もしますので、ここです。ここのお道具の中にお掃除ロボが入ってますので、これでお掃除を毎日します。このお風呂とお掃除をサボると面白いことが起きますので、やってみることもおすすめですが、お子さんから託されている親御さんの場合は怒られちゃうかもしれませんので要注意です。あ、うんちのサイン。ではハッピー度を上げるためにお道具も使います。先ほどと同じこのお掃除ロボがあるところを A ボタンで選択するとガラガラがあります。このガラガラは赤ちゃんのうちにしかありませんので、こちらを使います。使うを選択すると遊び始めます。これで少しハッピー度が上がりましたね。これを常に満タンにするように育てるだけです。このお腹とハッピーのメーターが0になったら呼び出しが来ますので、呼び出しが来てからお世話しても、呼び出しが来る前に満タンにしてもどちらでも大丈夫です。はい、病気になりましたね。病気になったらどのボタンでもいいので押してください。これで治療が自動で始まります。はい、進化するまではこのお世話だけで大丈夫です。ミルクとお菓子とお道具、うんちのお世話、これだけ。この後は進化後にできることもご紹介していきますので、進化するまで少々お待ちください。はい、呼び出しが来ましたね。こんな感じでお腹が0になったので呼び出しが来ました。うんちもこのようにお部屋に溜まってますので流します。ここね。はい、これで OK。こんな感じでお世話アイコンもゲットできました。はい、進化しましたね。続いて進化後にできることもご紹介します。何をするにも世の中お金なので、最初にお金稼ぎをしましょう。このゲームセンターに行きます。これね、何回やってもやりすぎとかはありませんので、好きなだけ稼いでください。ゲームセンターでゴッチポイントを稼ぐんですが、バーガーショップが一番簡単です。この一番下のスノーキャッチとありますが、これは季節ごとにゲームが変わりますので、そちらも楽しんでくださいね。星3つでいくらかな？ 300 ゴッチもらいました。稼いだお金はこのメーターの状態のところで確認できます。600ゴッチかな？ 600 ゴッチもありますね。お金を稼いで最初にやることはお道具を買うことです。こんな感じでタマモールでお道具を選択します。あ、私のお小遣いじゃ買えない。はい、スケボーお買い上げ。購入したスケボーはここに入ってます。
ありました。最初からデフォルトで入ってる積み木でもいいんですけどね。毎日タマモールに並ぶ商品はランダムで変わります。チェックしてみましょう。買うのお道具で進みます。明日はきっと違う商品が並ぶはずです。お道具はね、できれば複数用意するといいですよ。たまごっちによっては嫌いなお道具もありますが、遊んでみるまで分かりませんので、何個か用意してみましょう。そして試しに遊んでみます。楽しそう。こんな感じでブッブーって音がしなければお道具を気に入った証拠です。嫌がってないお道具だってことが分かったら、このように部屋に置くを選択します。そうすることで毎日勝手に遊んでお気に入りのお道具となります。で、大人になる頃にはそのお道具で遊んであげるとご機嫌が上がりやすくなるので、重要なアイテムになりますよ。インテリアに合わないから片付けたいって思ったとしますよね。こんな風にめっちゃ嫌がりますお道具を片付けると泣いてしまって片付けることができなくなりますのでご注意を。新しいたまごっちを育てるときにはお道具は自動で片付いております。このように常に状態確認をしてお腹とハッピーゲージが減っていないか確認しながら育てていきます。ゼロになったら呼び出しもありますが、呼び出しに応えることができなければお世話ミスとなり進化する子に影響が出ますよ。進化したのでご飯が変わってます。コーンフレーク、これを食べさせましょう。このコーンフレークとおやつのグミが無料で食べられます。これだけ与えて育てて大丈夫です。大人になると無料のご飯は嫌がるようになりますので、子供のうちは節約しておきましょう。この食事欄のところにあるたまデリバリーというものを使えば、いつでもご飯やお菓子を買えます。どうやら豆っちだからこれが好物っていうわけではなくて、その子の性格によって食べ物の好みは分かれているようです。ちなみに性格はこのメーターの中のプロフィールを開くと、ここですね。この子はわんぱくな性格なので、このように性格を見極めることができます。大人になってからは好物のご飯をあげるとハッピーが上がりやすくなりますよ。では、お金に余裕が出てきたらアクセサリー、家具、リビングなどの模様替えもタマモールで買ってあげると喜びます。まだ私はお金に余裕がないから買えないけどね。このタマモールで買うを選択してアクセサリーのところで販売されています。リボンとかナイトキャップとかね、アクセサリーはかぶり物とメガネみたいな仮面系、ギターとかバッグとか持つものとか、このデビルの羽みたいに背中につけたり背景になるもの、4タイプに分類されて、たまごっちが大人に成長すると4タイプすべて装着できます。で、この Wi-Fi のマークのところのお知らせのプレゼント、公式からの配信プレゼントはこんな感じで受け取ってください。タマモールで購入したものや配信プレゼントはすべてここに保管されます。装着時はここのアクセサリーを使います。リーゼント似合うなこれにしようちょっと喜んどるやんこんな風にハートマークが出て喜んでいるときはハッピーが上がりやすいです。サンバガールになったまだ子供なのでメガネだったりバッグだったりは持ってませんが、成長するたびに身につけられるアクセサリーは増えていきます。大人に成長するとこの4タイプすべて装着できるようになります。タマモールで家具を買った人はここに家具が表示されますので、こんな風にリビングに置くと選択して2個まで家具を置けますので、右側に置くのか左側に置くのか選択して家具を置くことができます。こんな感じ。これは限定アイテムなのでタマモールでは買えない家具なんですが、毎日タマモールに通って好きな家具が販売されるまで探してみましょう。そしてこのタマモールの中のこのご当地を選ぶと、最初に設定した国にちなんだアイテムがゲットできますよ。私アメリカに設定したっけ？今回はアメリカンの家具が出てますね。もしかして毎日ご当地家具変わるかも。私は多摩中東に設定したんですが、それでもアメリカの家具が買える。
わあ、システムが変わってるなんてこったい、今日の企画の一番大事なところが変わってる。そうなんだ。今まではタマモールで家具を買ったりするときにはあらかじめ設定した国のものしか買えなかったんですよ。ですがアップデートされてますので、このご当地を選べば毎日違う国のアイテムが手に入るように仕様が変更されてました。やったー。限定家具でないものは買うのところにこのようにあります。これも毎日ランダムで商品が変わりますよ。ご当地とこの買うっていうところで買う場所が違いますので気をつけてください。配信プレゼントはいろいろなアクセサリーを公式からもらえますので、増えてきたらこのマイボックスに預けることもできます。リーゼントはいらないかな白いコートもしまっておこう。こまめに預けた方が手持ちがいっぱいになりにくいのでおすすめですよ。続いてハンドメイドを紹介したいと思います。真っ暗になって使えませんね。このハンドメイドをするためには実際に体を動かす必要があります。こちらです。タマウォークを選択します。タマストリート、タマパーク、ノースポイント、この3つのどれかを選んでください。こちらは1日15分ほど歩けばレシピを1個もらうことができます。レシピがあっても材料がないと作れませんので、私の推しがいるこのタマファームに行ってください。こちらは歩く必要ないですよ。ただのゲームになってます。素材がゲットできました。例えばリボンのレシピをもらったら、青いリボンや赤いリボンなど好みの色でハンドメイドできますので、欲しい色の果物を必要数ここで取ってくるイメージです。他の素材はタマウォークで地道に集めてくださいね。はい。では実際にタマウォークをやってみましょう。最初にタマストリートに行きます。この画面になったら歩き始めて大丈夫です。みんなはこんなことやっちゃダメだよ。みんなはやっちゃダメだよ。歩くとこんな感じで動き出します。では続いてこちらはタマパークに行ってみましょう。スタートしましたね。では季節限定アイテムが欲しい方は冬限定のノースポイントに行ってみましょう。あ、かわいい。なんか鳥の足跡みたいでかわいい。この状態であと20分間歩いてください。終わりました。ジュエルメガネゲット。集めた道具はこちら。お世話アイコンもゲット。はい、終わりました。ゲット。結構集まったな。冬のアイテムはニット帽ゲットです。オッケー。今ゲットしたアイテムはこちらのハンドメイドレシピのところに入ってます。初めて頭ゲットできた。で、赤にしようかなとかオレンジにしようかなとか、集めた素材ごとにいろんな色で作れます。豆っち黒とか似合いそうだな。ちょうど私黒の素材あったんだね。かわいい。で、アクセサリーの方に入ってますので、あったー。こんな感じで身につけることもできます。黒のニット帽だとスタイリッシュになりますね。他にもお出かけ先で遊べる機能がございまして、このまま C ボタンでたまともサーチに行けるようになってます。最初は自宅で試してみましょう。はい。もう一回 B ボタン。3回かな。B ボタン3回でいけます。タマウォークは Wi-Fi を使うゲームになるんですけど、こんな感じで Wi-Fi を察知すると Wi-Fi の SSID が表示されます。我が家の Wi-Fi には親父っちが住み着いております。コンビニなどいろんなところの Wi-Fi につながるとたまごっちに会える仕組みになってます。で、こんな風に仲良しシールをもらえます。かわいい。これを集める遊びになります。たまごっちユニでは育てられないキャラクターまで出てくることがありますよ。私のとっておきを見せちゃおうかな。これはノーマル。こっちがスペシャルっていうのがあるんですけど、じゃーん。これは2024年に初めて行われたたまごっちバースデーイベントでゲットしてきた豆っちがおります。こっちは池袋のバンダイナムコでゲットしたマキコです。かわいいでしょ？こんな感じで自分で歩いて集めれるものとイベントでゲットできるスペシャルな
シールを集めることができます。このプチプチおみせっちって書いてあるところなんですけど、これはスイッチのゲームを持っている場合に連動する機能となります。そしてここが通信をするところです。2台以上のたまごっちを持っている人が使います。やってみましょうか。で、こっちでは遊びに行く、こっちでは遊びに来てもらうを選択します。で、来てもらう、はいを押します。で、こっちも押します。こっちに22と出てきたので、22を選択して、これで自動的に行くはず。で、遊ぶ、はいを選択します。そうすると、アイテム交換だったり、ハンドメイドを一緒にしたり、プロポーズまでできるようになります。ミニゲームでお金を稼ぐこともできるので、どうせならミニゲームでお金稼ごう。通信の方がね、報酬高いんですよ。同点を狙いたい。どうだ、同点になれ。同点にはならなかった。負けた方が報酬少ないんですよ。300ゴッチと500ゴッチでした。お世話アイコンもゲットできました。結婚させたい場合は異性である必要があります。よく結婚できないってコメント来ていた例では、豆っちと口パッチを結婚させようとしていたようですが、それは男の子同士なので、結婚するっていうボタンが表示されないというケースが多いです。今一度性別を確認してください。性別を見分けるショート動画を過去に作ってありますので、ネタバレ OK の人は確認してみてください。ちょうど今の状況のように子供の状態と大人の状態で通信しても結婚はできません。そしてたまごっちは毎日成長します。こんな風にフレンド期になったたまごっちをいつまでも育てていると独り立ちしたいと言い出します。断ってしまえば永遠に育てることも可能ですし、お別れの決心がついたタイミングで結婚させてあげるもよし、死ぬまで一生お世話をしてその後卵をもらう方法でも大丈夫です。昔と違って死なせることなく結婚で世代をつなぐ育て方が主流になりましたね。お世話をサボると死神が現れます。まだ間に合うタイミングだったらどこのボタンでもいいのでボタンを押すと救急車を呼んで助けることができますが、手遅れの場合は新しい卵を育ててくださいね。それではいよいよタマバースの説明に入っていきますが、その前に必ず確認していただきたい事項があります。この Wi-Fi のマークを選択してアップデートを確認してください。更新確認する、はいで進みます。基本的にアップデートは毎月ありますので、これをやってからしか公式イベントなどはできません。こんな感じでありましたね。ではアップデートやっちゃいます。お知らせやプレゼントもアップデートをしてこまめに受け取ってください。はい、アップデート完了しました。アップデートが完了したら更新が必要です。はい、更新も完了しました。バージョンは今最新になりましたね。アップデートありがとう。ではアップデートを行ったらタマバースに行きますよ。ここがタマバースです。で、一番上のタマバースへ行くを選択します。このエントランスに来たら A ボタンを押します。もう一回 A ボタンを押すとタマスクエアに来たら B ボタンを押します。そしてタマッチングパーティー A ボタンを押すとタマトラベル、もう一回 A ボタンを押すとタマファッションが出てきます。この中から行きたい場所を選びます。このタマッチングパーティーは大人になったら使うとこですが、結婚したら育てたたまごっちとは会えなくなりますのでご注意を。タマトラベルはお金を貯めて毎日旅行に行くとお土産を持って帰ってきますよ。今日はこのタマファッションに行ってみましょう。タマファッションはみんなが登録したアイテムを購入できる場所です。国限定アイテムなどもここで手に入ることもあります。こうやってみんなのコーディネートを見て、もし欲しいものが見つかった時には B ボタンを押します。タマ北アメリカのコーディネートだそうです。で、どれか1個を買うということができないので、もうこのコーディネート一式買うかどうか聞かれます。今お金ないので買いません。そして最後まで行きます。この何も着てないマネキンのところに行きましたら B ボタンを押します。ここであなたのコーデを登録するかと聞かれますので、はいを押します。このように今身につけてるアクセサリーも毎日ここで登録できます。これもね、毎日やるとお世話アイコンが増えますよ。タマトラベルに行けば旅行先が複数あって、どこに旅行に行くか選べるのも楽しいですよ。ではエントランスに戻りましょう。戻ってきちゃった。タマファッション登録したのでお世話アイコン増えました。
で、このエントランスのところで A ボタンを押すと、タマアリーナというところがあります。ここは公式がイベントを開催している時に開放される場所です。ですので後で説明したいと思います。この飛行機のマークはタマポータルです。こちらはダウンロードしたコンテンツを楽しむところなので、これも後で説明したいと思います。エントランスに戻って B ボタンを押すと、たまごっちを楽しんでいるみんなにハートを送ったり受け取ったりもできます。ちょっとこれ時間かかるんだよね。タマバースに来る前に更新してねって言われましたね。ハートを送るためにはタマバースに行く前にこの更新ボタンを押すそうです。ダウンロードあるんだ。更新がない時にはこんな表示になるんですね。ではハートを送ってみたいと思います。あなたのたまごっちここにいますか？いたらコメントくださいね。タマアジア。かわいいね。かわいいね。個性豊かだね。さあ、みんなのうちの子はいるかな？誰かが私のたまごっちにハートを押してくれたら、この自分のハートのところにも数が増えてきます。今始めたばかりなので誰も押してくれてないですね。では帰りたいときは C ボタンを押すとこの画面が出ますので、はいを押して帰ります。で、エントランスに戻ったらもう一回 C ボタンでタマバースから戻ることができます。ここからは忙しい人向け、毎日やること、やらなくても大丈夫なことリストをご紹介します。お子さんから預かっている場合だったり、仕事で長時間遊べない人向けです。たまごっちは朝7時に起きます。寝る時間はキッズが8時、ヤングが9時、大人であるフレンド期が10時です。朝忙しい人は寝る時間に合わせて夜寝る前にしっかりお世話すると朝のお世話が楽になりますよ。寝る前と朝一番にお腹いっぱいハッピーもいっぱいにします。朝か晩のどちらかでいいのでお風呂とお掃除も済ませます。それができたらここのシッターさんに預けます。こんな感じで来てくれます。シッターさんは夜の5時59分までにお迎えに行けばハッピー度を下げずに済みます。迎えに行くのが遅くなっても特に問題はありませんので、預け忘れだけはしないようにしてください。最低限必要なことはこれだけ。タマウォークに行ったり、アクセサリーでおしゃれを楽しんだり、買い物、インテリアの配置替えなどは毎日しなくても大丈夫です。でも最低限のことしかしないで育てると弊害もあります。それはいつも同じ子に育つということです。たまごっちユニには豊富なキャラクターがおりますので、そちらも楽しみたい場合にはハッピー度などを調整しながら育てるテクニックも必要になります。気になりましたらキャラクター別の育て方動画を見てくださると嬉しいです。それでは不定期開催のタマバースイベントの遊び方をご紹介します。タマアリーナに向かってみましょう。タマバースへ行くを選択します。で、エントランスに来たら A ボタン。で、もう一回 A ボタンでタマアリーナが出てくるので B ボタン。イベントは基本的にチーム戦になります。開催期間中の時はどのチームに入るのか聞かれますので選択します。開催期間中参加した日数に応じて景品がもらえる仕組みになってます。次のイベントをお楽しみに。今はイベントやってないみたいですね。ゲームで1位取れなくても大丈夫。あくまで参加した日数で景品がもらえる決まりになってます。ゲームで獲得した得点はチームの得点になりますので、勝利したチームはボーナスをもらうことができます。毎日参加するだけでも500ゴッチもらえて、序盤は非常に助かるので参加することをお勧めしますよ。ちなみに2位が700ゴッチ、1位だと1000ゴッチも毎日もらえるんですよ。これ毎日もらえるって地味に嬉しいですよね。約1週間のイベントで1日1回しか遊べませんが、イベントの始まりが0時でなく昼過ぎの2時から始まるんです。昨日遊びに行くの忘れたって人は翌日の1時59分までに遊び終えていれば間に合います。そして2時になったらまた本日分も遊んでしまえば2日分参加したことになります。イベント数日後は数日経つと集計が終わりますので、集計が終わった後にまたここに来ると結果発表を見ることができます。そこで景品もゲットできますよ。アイテム欄がいっぱいの人は何か捨てないと受け取れなくなりますので、あらかじめボックスにアクセサリー類を整理してから受け取りに行ってください。では続いてダウンロードコンテンツの遊び方をご紹介します。私もショート動画でダウンロードコンテンツのキャラクターをよく育てていますが、タマバースチケットショップで追加コンテンツを購入する必要があります。無料で取得できるものもありますので、概要欄にリンクを載せておきますね。10種類以上ありますので、
育ててみたい子がいるチケットを購入してください。このチケットショップで購入するとメールが2通届きますが、そのうちの1通にダウンロードコードが記載されています。それをたまごっちユニに入力します。入力はこの Wi-Fi のマークのダウンロード、そしてコード入力で、はいを選択して、ここで購入したダウンロードコードを入力してください。3台までのたまごっちユニにダウンロード可能ですが、再発行できないのでなくさずに管理してくださいね。お日様入ってきちゃった。今ダウンロードしているものは無料でできるたまごっちラボを入れました。遊ぶときはこちらです。たまごっちラボを入れ終わりました。では有効にします。では本体にダウンロードします。ネタバレしてしまうのでお見せできるのはここまでですが、このようにダウンロードして遊びます。ぜひ入れてみてくださいね。ここでも実は落とし穴があるんですよ。現在ダウンロードコードを使って遊んでいる人は、新しいダウンロードコードを入れて、それをこのダウンロードエリア入れ替えというところで切り替えて遊ぶ仕組みとなっております。今私ドリタマスクールになってますね。現在このようにダウンロードコードを使って遊んでいる人は、新しいダウンロードコードを入れてそれを有効にして遊ぶときには、今現在ダウンロードして遊んでいたデータすべて消えます。ダウンロードエリアで買ったご飯やアクセ、お道具、リビングなどもすべて消えてなくなりますのでご注意ください。ダウンロードコンテンツは同時に複数は遊べないということですね。ダウンロードして育てたキャラクターの記録も残らないです。このようにいつでも切り替えて遊べる分気をつけてくださいね。それでは最後に、たまごっちユニを存分に楽しみ尽くしたい人はどんなことをしているかをご紹介します。私は全キャラコンプを目指したいので、お世話アイコンを集めたりしています。ネタバレを避けるために始めたばかりの機種でお見せしますね。お世話アイコンはメーターのここにあります。こんな感じで取得したものが記録されますね。初代たまごっちユニで私は全部コンプリートしましたよ。これを集めるのが楽しいんですよ。今まで育てたダウンロード以外のキャラクターはここに表示されます。大人だけですけどね。これ今うんちしか溜まってないんですけど、ご飯だったりいろんな記録を打ち立てるとここにアイコンが溜まっていきますので、ぜひチャレンジしてみてください。友達とアイテムで差をつけたいなら、大人ならお金の力を使ってダウンロードアイテムで遊ぶこともできますが、地道に歩いて集めたアイテムはプライスレスでどやれますからね。苦労して集めたアイテムは愛着が湧くと思いますよ。我が子への愛が試されてると思ってください。タマモールで売られているアイテムも季節限定商品があります。ハロウィンだったりクリスマス限定家具などもありますので、ぜひ楽しんでみてください。もう季節終わってますが、冬なのでサンタ帽を売ってますね。こんな感じでクリスマスコスプレをすることもできます。最近は大人の方もたまごっちで遊んでいますので、このユニになってからかな、スキンを変えたりケースを可愛くしたりする人が増えたと感じますね。この上蓋を外して中に入っているスキンプレートをオリジナルのものにして楽しむ方もいらっしゃいます。ですがお子様は絶対真似しないでほしいです。私でさえ1枚これダメにしましたからね。自信ない方はしない方がいいです。これみたいにケースを変える方が簡単です。この2つのケースはアリエクで買いましたが、今なら国内でも普通に売ってるかもしれません。この画面をきれいに保ちたい人は、私が使っているフィルムケースも概要欄に載せておきます。デコレーションシールを本体に貼って遊ぶ人もいますね。たまごっちを飽きたらメルカリで売ってしまえばいいと考えている人は、スキンプレートを変えたりシールを貼ったりするとたまごっちの価値が落ちてしまいますので、美しく保っておくことをお勧めします。箱や説明書も捨てないで大切に扱ってねと30年コレクションして買う側の立場の私は切に願っております。みんなが遊び飽きて手放したたまごっちたちは私のような人のところに漂流してきますからね。ケースやカバーをつけた状態の良いたまごっちというだけで何千円から何万円も価値が変わってきますよ。いかがでしたでしょうか。たまごっちユニは歴代の中で一番現代的な進歩があるたまごっちですので、機能も豊富で説明をするために長い動画になってしまいましたね。私のユニの攻略動画を全部見ることは2年分あって大変だと思いますので、まとめてみました。今後は全キャラ攻略まとめやダウンロードコンテンツのまとめ動画も作る予定ですので、それまでにネタバレしても大丈夫なくらい遊び尽くしておいてください。
おそらくしばらく湯にお休みしていた方々もお世話アイコンだったり季節商品やイベント、やり残しはたくさんあるのではないでしょうか。バッテリー式のたまごっちなので、この初代のたまごっちのように20年30年後も遊べる機種ではございません。バッテリーに寿命がありますからね。すでに4年半経過した私のたまごっちスマートはお亡くなりになった機種もございます。ですので今遊べるたまごっちは今遊びましょう。公開しますよ。これからたまごっちユニが届く人は私の動画がおすすめ欄に載らない場合もありますので、チャンネル登録して続編動画もお待ちくださると嬉しいです。通知をオンにしてくださっている方は投稿機能で発売情報をお届けしておりますので、新作たまごっちを買い逃したくない、iPhone の動画は全部見たいと思ってくださる方は通知もオンにしていただけると嬉しいです。それではまたねー。